おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはこの部品取りの2号機を解体していきます。このボンネットから登場するのちょっとやってみたかった。1号機にはついていなかった部品とか、ついてても破損して使えなかった部品とか、こっちの2号機には部品がまだ残っているので、そういう部品たちを回収していきます。エアロとか樹脂パーツとか使えそうな部品はまだまだたくさん残っています。このまま処分するのはもったいないので、しっかりと使える部品は回収してから処分したいと思います。それじゃあ作業スタートです。まずはリアのホースメント外していきます。1号機のはねちょっとぶつかって変形したけど、2号機のはすごく状態がいいんで、こっちを使って作業していきます。次サイドステップ外します。バッキバキで使えるかどうかも分かんないような状態なんだけど、うちのかみさんがどういうエアロのコーディネートをするか分かんないから念のため外して取っておきます。よいしょ。よし、ハーネス回収。バッテリーとセルモーターのやつ、これで1号機のエンジンをかけることができます。次ドライブシャフト回収していきます。デフのオイルまだ抜いてなかったから先にデフオイル抜いちゃいます。お、デフオイルきれい、めっちゃきれい。透明度がある。オイル交換して全然走ってなかったのかな。マグネットにも全然鉄粉ついてない。オイルの状態は良さそう。中はどうなってるか分かんないけど、でもまだ使えそうだよねこの中身。どうしよっかな。これデフも回収しとこっかな。予備のストックとして取っておこっか。よし、ドラシャ外してデフも一緒に回収しておきます。ドライブシャフトだけ外せればいいんだから、ナットのカシメを起こしてドラシャのロックナット緩めちゃいます。でロアアームのボルト切り離します。よし、これで首が触れるようになったからドライブシャフト抜けないかな。こっちのコントロールアームも外した方がいいかな。そうすれば完全にナックルが上向くもんね。こんだけ緩めばいけんじゃない？
抜けない抜けない。さマジで全く抜ける気配ないんでナックルごと外しちゃいます。ブレーキローターも外れねえもん。よし、あとはドライブシャフトを根元から外せば OK ですね。よいしょ。よし、取れた。まるでインプレッサのハブ取ったみたい。こないだこんな作業やったばっかだよ。そういえばこれ試してなかった。パキーンっていかないかな。外れてくれたら嬉しいんだけど。無理か無理か。外れんな。こんだけテンションかけたらプレス機かけるのと同じだよね。ダメだ、取れない。全然取れる気配がない。こんだけねじ込んで取れないってことは多分プレスかけても外れないと思うんで、っていうかプレスに乗せようと思ってたけど、これナックルの形状複雑すぎてプレス機に乗せられそうにないので、ラッ水にたっぷりこうかけといて、しばらくこう染み込むの待ちましょうか。こっち側もう無理かな。運よく外れてくれたりしないかな。とりあえず外すだけ外してみます。無理か。全然びくともしねえな。もしもし。お世話様です。お忙しいところすいません。ちょっとお伺いしたいというか、やり方を教えてもらいたいというか、そんなんなんですけども。やり方を教える。何を俊也さんに伝授することがあるんですか、私。FD のリアのナックルからドライブシャフトを抜きたいんですけど、ドライブシャフトガッチガチに錆びて全然抜けないんですけど、何かこう技みたいなのありますか？技、あぶるあぶって叩くぐらいなんじゃないですか。やっぱそういう感じですか。いや、解体屋さんだからなんか特別な SST とか外す方法みたいなのあるのかなと思って。なんて言ったらいいんでしょう、ベアリングプーラーみたいな形で抜くとかっていう感じしかないんじゃないですかね。松さんのところだとどうやって外すんですか？もう外さないでもうそのままごそっと。そうですね、宇治は基本的にもうそのまま足回り下ろしたらそれで終わりっていう感覚なんで、ドライブシャフトまで外すっていうのは
部品で注文されない限り外さなかったんですよね。ああ、なるほど。そっか。はい、そうなんですよ。だからうちでは特別 SSD 持ってるわけでもなかったですし、もう本当に万が一外してくれって言われたら酸素で炙るしかないかなっていう感じはしてます。なるほど。酸素で炙る時って、あれですか、シャフトとのそのスプラインの部分を炙るような感じですよね。だと思いますね。形状的にそこ以外は炙っても難しいかもしれないですけど、それがベストじゃないでしょうか。わかりました。すいません、ありがとうございます。いいえ、そんなことないです。すいません、なんかあんまり役に立てない。いえいえ、とんでもないです。はい、引き続き頑張ってやってください。はい、ありがとうございます。失礼します。いいえ、こちらこそありがとうございます。失礼します。ダメだ、やっぱり炙るしかないんだ。ということで、やっぱり成功法で外すしかないみたいなんで、とりあえず数日こういう感じでラスペネ漬けしといて、あとはバーナーで炙ってハブプーラー使ってどうにか外す方向でやりましょう。外れなかったら諦めよっかな。とりあえずラスペネが浸透するまでこの状態にしておきたいと思います。次、リアデフを下ろします。嘘でしょ。全然緩まない。ここにね、デフのマウントがいるんですよ。このリアのフレームの取り付けが、あのボルトが全く緩まない。右も左もどっちもダメです。仕方ないのでマウントをボディに残したままデフだけ下ろしましょうか。デフとマウントの固定を切り離します。どういう風に固定されているか分かりやすいように写真を撮ってきました。これ1号機のデフマウントです。デフ自体に4箇所でボルトが刺さっていて、このボルトを外せばデフが下ろせます。ただ作業スペースがかなり狭くて、使える工具とかはかなり限られてきます。ロングスピナーにショートのソケットできっかけ作ってあげてから、その後は板ラチェで少しずつ緩めていくような感じですね。もし持っているんであれば、超ロングタイプの板ラチェとかの方が作業はやりやすいかもしれないです。で、最後1本ボルトが残った状態でデフを持ち上げて、ボルトを外してデフを下ろします。ただ、作業スペースなくて、デフちゃんと下ろせませんでした。この作業をやるときは、車をちゃんと持ち上げて、下回りの作業スペースを確保しましょう。あ、いや、後ろに落とすか。降りた。やっとデフが降りました。このサビ奇跡的だよ。ここのボルトが緩んだの。いや、本当はこっちにナットがついてて、ナットが外れる予定だったんですけど、スタッドボルトごと外れてきました。まあでも無事にデフが外れてくれたからよかった。続いて燃料タンクの蓋、こいつ外していきましょう。1号機のはこんな状態だったから、もうボロボロでダメだから。まだ2号機ね、形が残ってるんですよ。表面錆びてはいるけどね、腐ってなくなってるようなそういう感じじゃないから、これも回収します。まだこの車は室内への水の侵入は少なかったのかもしれない。じゃん。おお、ちゃんと使えそうじゃん。全然ポロポロしてこないもん。じゃじゃーん。1号機と2号機の差、こっちだね。ただ裏側はね、錆がちょっとひどかったです。こんな感じ。まあでも腐って穴開くような感じにはなってないから、錆落とせば使えると思う。どっちもどっちと言われればそんな気もしないでもないけどこんな感じでした。ついでに燃料タンク使うわけじゃないけど、中身どうなってるかちょっと確認だけしてみましょうか。こんだけ下
下回りサビサビでずっと放置されていたような車の燃料タンク、1号機はさ中が綺麗だったからさ、この車も中身綺麗だったらなんか FD の燃料タンクは調子いいのかなっていう風に思えるし、これが錆びついてれば逆に1号機の燃料タンクが本当に当たりだったっていうのが分かるから、ちょっと外して中身確認してみます。もう見るからにさ錆びがやばいじゃん。これ中もやばそうな気がするのよ。よいしょ。どのネジも回らねえ。ネジがちぎれた。錆びついててプラスネジ全部ダメかもしれない。さてどうなってるでしょうか。いざオープン。おれ、ガソリン入ってるけど、入ってるのはいいとしてめっちゃ綺麗よ。タンクの中撮影しにくいからスマホカメラで撮りたいと思います。びっくりびっくり、めっちゃ綺麗。ちょっとなんか点々点っていうサビみたいなのあるけど、これ白サビなのかな。でも燃料タンク鉄だよね。燃料タンク鉄ですね。磁石がつく鉄です。鉄の燃料タンク。こんなに綺麗なの今この白いトレイの中にサビがプツプツ浮いてると思うんですけど、これはね今蓋開ける時にこぼれ落ちたサビですね。それ以外何もない。綺麗、めちゃくちゃ綺麗。反対側もポツポツ白サビみたいななんか変なのいるけど、これ燃料タンクのコーティングか何かがすごくいいのが使われてんのかな。こんだけ見た目ボロボロのタンクでも中こんだけ綺麗ってやばいね。FD の燃料タンク普通の車とちょっと違うのかもしれない。これ燃料ポンプ、そして燃料ポンプのフィルター、あとセンダーユニット、これ燃料ゲージですね。これもめちゃくちゃ綺麗。とりあえず1号機のがダメだったらこっからこのゲージとかは使ってもいいかもしれないね。ポンプはほら社外品とか結構いいのあったりするからそういうので使ってもいいけどさ、ゲージ類とかは純正品でいいからさ、ちょっとこれキープだね。燃料タンクなんだったらこの燃料タンクだけ欲しい人もいるんじゃないかな。そのぐらい綺麗な気がするよ。とりあえず蓋戻しておきます。ゴミ入ると嫌だからね。あとはフロントドアから細かい部品たちをたくさん外していきます。これねドア再塗装されてないんですよ。でこういうプラスチックパーツ、こういうのも塗られてないから綺麗な状態でこういうのを回収していきます。再塗装されてないからドアごと使えばいいかなと思ったんですけど、これドアね錆が出てるんですよ。こんな感じでシーラーが割れてね鉄板が錆び始めてるので、ドアはさすがにちょっと使えないかな。1号機の方がまだ錆びがない分状態はいいかもしれない。塗装の状態はあんまり良くないけどね、鉄板の状態で考えると2号機より1号機の方がいいから、とりあえずプラスチック系のパーツかな。こういうのとか、あとドアハンドルとかも予備のストックとしてキープしておきたいから、ある程度ドアから部品外していきます。これもね1号機についてなかったからこれも回収します。この目隠しのパネルとか。それじゃあやっていきます。極力部品を壊さないように丁寧にやっていかないと。よし、取れた。回収。こういうネジを受けるブレースのプラスチックとかも全部塗られてるから、これも回収しておきます。
壊さずに外せた。よかった。ガラスのモーター生きてるかな。モーターが生きていればこのモーター使いたいんですけど、痛い。ダメかな。1号機のはダメだったから2号機これが使えればガラスのモーターも使いたいです。よし、頼む、動け。反応なし。ダメ。プラマイ逆かな。ダメ。ガラスモーターダメ。残念。じゃあもうこのドアから外す部品はもうないかもしれない。運転席が分解していきます。ここ柱があってね、これ以上ドア開かないんで、カメラそのアングルのまま固定でやっていきます。とりあえずドアハンドル、これ壊れてるんですけど、もしかしたらプラスチックなんかこううまいこと直せば使えるかもしれないから回収だけしておく。やっぱそうだ、ここのプラスチックが割れてるんですね。裏側溶かしてくっつけて接着剤で補強してみたいにすれば使えなくはなさそう。キープ。よし。ここの縁のゴム、なんかこの個体すごく状態がいいです。1号機のね、オールペンするときに外してるかね、ちぎれてるところが多々あったんですけど、これ使えそう。ウェザーストリップとは違うただの飾りゴムというか当たりゴムみたいなそんなやつなんで、これが多少当たり悪くても雨漏れとかには関係ないからこれ再使用します。ちぎれたりとかなくめちゃくちゃ状態いいです。ドアの下側についてた風切り音防止のゴム、これもちぎれてないな。これも使うか。一回下手に脱着してあるとね、部品がちぎれてたりとかして使えないのが多いから。おっといけない、外し忘れるところだった。ここの燃料タンクのカバー、これね1号機の塗料が飛び散ってて見た目があまり良くなかったからこっち使います。本日外した部品たちこちらでございます。一通り並べてみました。結構外したね。細かい部品もあるけどデフも使うか分かんないけどとりあえずストックとしてキープできたし、エアロとかあとホースメントとかまあまあ外したんではないでしょうか。あと前回の動画で外したエンジンメンバーとかエンジン補給類ミッション、そしてバックドアも交換したね。バックドアね多分結構いい金額すると思うんですよ。ガラスついてるし送料とかも結構高いと思うから、なんだかんだ今回この部品取り車60万円分ぐらいを回収できたかな。できたかな、どうかな。まあでもエンジンが使えればプラスだね。エンジンダメだった時がって感じがするけど、とりあえず一通り外せるものは外したので、あとは組み立てる時にこれが足りないとかなんか見つけたらその都度外していくような感じで作業を進めていきたいと思います。まだこれだけ部品たくさん残ってるからね。これを完全にバラバラにして売り払ったら結構いい値段になるんじゃないかな。ABS がねついてるんですよ。一応この部品取りが4型でメインの1号機が3型なんですよ。だから ABS がねちょっと違うんですよね。4型の方が16ビットのコンピューターで ABS も高性能になってるらしいので流用できるんだったらこっち使ってみたいんですけど、ハーネスとかコンピューターの制御とかいろいろ関係してきちゃうからいろいろチェックしなきゃいけないところたくさんあるから、とりあえず外さずにそのままにしてあります。整備書とか図面とかいろいろ見比べて使えそうだったらこっちの4型の性能のいい ABS に付け替えようかなとは思ってます。ただハーネスがねこの4型のをそのままはね移植できなそうなんですよね。こんな感じで
車高を落としてハーネス切っちゃってたりとかするから、これをそのまま1号機に乗せるのはちょっと怪しいので、うまいこと作り変えてできないか、うまいこと ABS を乗せ替える方法、制御も含めてちゃんとできるようにする方法知ってる方いましたらコメント欄で教えていただけるとありがたいです。意外とね、ググっても FD の情報出てこないんですよね。よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画はこの部品取りの FD から使えそうな部品を回収するという動画でした。部品が使えるか使えないかは正直わかんないんですけど、でもとりあえず1号機に足りなかった部品は全て調達できたので、一応車としては完成できそうです。あとは部品一つずつきれいにしながらメンテナンスして組み付けていくっていう形でやっていきたいと思います。動画の続きが気になるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。